回はマイクロエースで販売されている48分の1スケール T51D マスタングの仮組みレビューを行うのだ。 T51D マスタング、第二次世界大戦を代表する戦闘機ですよね。そうそう、このキットは一度富士見版の P51D のレビューで軽く紹介しているキットでもあるのだ。マイクロエースといっても今回は大滝版を使ったレビューとなるわけね。そうなのだ。大滝は1960年代から1980年代初頭にかけて活動した日本の模型メーカーなのだ。飛行機だけではなく自動車や AFV、キャラクターモデルなども展開していたのだ。飛行機だと144分の1スケールや48分の1スケールが有名かしら。同時代のキットと比べてもかなり意欲的な設計を行っていた感じなのだ。それが今でも現役で販売され続けている理由なわけね。大滝が最初に発売したのは1974年となるのだ。大滝の48分の1スケール航空機シリーズとしては中期以降に発売されたキットですね。そうそう、全体にオーリベットが施された日本機が一巡し、オーリベットが簡略された欧米の対戦機が発売され始めた頃のキットなのだ。 T40 まではリベットがびっしりでしたね。 T51D もリベットが入っているんだけど、胴体にはびっしりと入っているけども主翼にはオーリベットが入ってないのだ。これ以降はリベット表現がなくなるわけね。そうなるのだ。続いて実機のお話ですね。 T51 マスタングは1940年に開発が始まった戦闘機なのだ。最初からアメリカ軍向けではなくイギリスからの発注によって誕生した機体だったのだ。有名な話ですね。当初の P51 はアリソンエンジンを搭載していて低高度では優秀だったけど高高度に課題があったのだ。そこでマーリンエンジン搭載型が登場するわけね。そうなのだ。ロールスロイスマーリンを搭載したことで高高度性能が飛躍的に向上したのだ。これによってヨーロッパ上空で爆撃機を護衛できるようになったのだ。長距離護衛戦闘機として大活躍したわけね。ドイツ本土まで B17 や B24 を護衛できるようになったことで連邦軍の戦略爆撃作戦を支えた機体なのだ。今回の P51D はどんな型式なんでしょう。シリーズの決定版となるのだ。それまでは後方視界があまり良くなかったのだけど T51D では後部胴体を切り下げてバブルキャノピーを採用したのだ。私たちがよく知るマスタングの姿ですね。さらに主翼には 12.7mm 機銃を6門装備、爆弾やロケット弾も搭載できるので戦闘機としても戦闘爆撃機としても活躍したのだ。今回のデカールにも有名機が入っていますね。そうなのだ。オールドクロウは代表的なマーキングの一つなのだ。同じ48分の1スケールだと他メーカーも多そうね。日本のメーカーならばタミヤが定番なのだ。他にもエデュアルド、長谷川など選択肢は非常に多いのだ。かなりの激戦区ですね。そうなのだ。そんな中で今回の大滝版は最新キットと競う存在ではなく1970年代の日本模型界がどこまで到達していたかを楽しむキットなのだ。なるほど。特にこのキットは1974年発売にもかかわらず全面オーモールド、さらに胴体にはオーリベットがびっしり入っている。そこはぜひ見てみたいですね。では中身を見ていくのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の P51D なのだ。機種には69のナンバー、胴体には大きな稲妻マークが描かれているのだ。背景には空戦相手の一式戦も飛んでいますね。昔の飛行機模型らしい力強いパッケージアートなのだ。では中身を見ていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、塗装図となるのだ。マーキングは全部で3種類。第2戦闘軍、第1戦闘飛行隊所属機、第8空軍、第357戦闘軍、第363戦闘飛行隊 C. アンダーソン少佐機、第239戦闘爆撃大隊、第112シャーク飛行隊所属となる。有名機が揃っていますね。部品点数はおよそ60点前後、48分の1スケールとしては少ない部類なのだ。組みやすそうですね。ではマイクロエースの48分の1スケール T51D マスタングの仮組み開始なのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で6パーツ構成。床板、座席、操縦桿、計器パネル、
無線機などで構成されているのだ。パイロットフィギュアもついていますね。そうなのだ。ケーキパネルはどうですか？モールド表現なのだ。次はエンジンですね。このキットの特徴の一つなのだ。簡略化されているけどマーリンエンジンを再現しているのだ。エンジンのパーツ数は？全部で5パーツ構成となるのだ。エンジン本体とエンジン下で構成されるのだ。完成後も見えるんですか？機種左側のエンジンカバーを外した状態で展示できるようになっているのだ。次はプロペラですね。プロペラは4枚で一体成形。スピナー全部をかぶせる構造なのだ。スピナーの工具は？スピナー工具は機種先端部分と一緒に組み立てるのだ。ここでプロペラ軸を仕込むわけね。胴体下のラジエーター周辺も別パーツ化されているのだ。ラジエーターの取り入れ口が別パーツとなっているわけね。今は切り離して終了なのだ。次は胴体、主翼、尾翼なのだ。いわゆるしの字ですね。まずは胴体なのだ。胴体は左右分割の2パーツ構成。内部にエンジンと操縦席を挟み込むのだ。モールドはどうでしょう？ここが最大の見どころなのだ。1974年発売にもかかわらず全面オーモールドなのだ。これは驚きですね。さらに胴体にはオーリベットがびっしり入っているのだ。50年前のキットとは思えない表現なのだ。かなり見応えがありますね。次は主翼なのだ。主翼は仮面1枚と上面左右の3パーツ構成。非常にオーソドックスなのだ。主翼もオーモールドですか？そうなのだ。ただし主翼にはリベット表現はないのだ。胴体との違いが面白いですね。水平尾翼も同様なのだ。オーモールドのみでリベット表現はないのだ。情報流のメリハリがありますね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピース構成。風防から後部まで一体成形なのだ。つまりキャノピーの開閉は選べないというわけね。透明度は？このシリーズにしては良い方かな。ただし現代キットほど薄くはないのだ。次は試着ですね。試着は左右それぞれ5パーツ構成となる。試着とタイヤ、カバーの構成ですね。その他にも胴体に接着するカバーがあるのだ。尾輪はどうでしょうか？尾輪は1パーツのみとなるのだ。お好きなタイミングで取り付ければいいのだ。尾輪も胴体に接着するカバーがあるわけね。そうなのだ。細かいパーツはどうでしょう？胴体中央上部にアンテナマストを取り付けて、機種両脇には排気管を取り付けるのだ。機種の左側にはエンジンカバーもありますね。内部のエンジンがちらりと見えるのはいいですね。右主翼下に気筒管を取り付けて、主翼中央下には着陸灯もつけるのだ。最後は吊るし物ですね。吊るし物は装装か爆弾の選択式となるのだ。両方とも2個吊るせるわけね。最後に総評なのだ。今回は1974年に大滝から発売され、現在はマイクロエースで販売されている48分の1スケール T51D マスタングを仮組みレビューしたのだ。実際に仮組みしてみた感想はどうでしたか？まず驚いたのが部品点数なのだ。エンジン再現まであるのに60点前後しかないのだ。非常に組みやすい印象だったのだ。初心者にも良さそうですね。そして最大の魅力はやはりモールド表現なのだ。1974年発売にもかかわらず全面オーモールド。さらに胴体前面にはオーリベットがびっしり入っているのだ。これは当時としては早い取り組みですね。ただ主翼には入っていないのが不思議ですね。実機でも主翼のパネルラインやリベットなどパテを使って平滑化していたみたいだから、それを再現してるってことなのかな。パテ埋めした後に銀色塗料を吹いていたみたいですね。それだとパネルラインもないのが正解だけどね。先人たちの評価はどうなんでしょう？外形については今でも比較的評価が高いのだ。エンジン付きなのに部品点数が少なくて組みやすいという意見も多いのだ。逆にコクピット内部や試脚庫などは時代相応なので、作り込み派には改造の余地が大きいキットと言われているのだ。以前同じ頃に出た富士見版を取り上げました。富士見版も1970年代前半のキットで同じようにオーモールドを採用していたのだ。ただしこちらは細かいと釣りベッドを全面に表現する設計だったのだ。なるほど、同じ時代でも表現方法が違うんですね。そうなのだ。大滝は胴体だけにオーリベットを入れて、主翼や水平尾翼にはリベットを入れないという思い切った表現なのだ。一方の富士見は細かいと釣りベッドで全体の情報量を増やす方向だったのだ。設計思想の違いが見えて面白いですね。当時としては実機をかなり意識した設計だったのかもしれないのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。
チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。